販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のテーマは相手の横回転サーブに対するレシーブ法8種類について解説します。相手の横回転のサーブが来た時にレシーブミスしてしまう、レシーブが浮いてしまう、ネットかかっちゃう、そういった方はですね、この動画を見ることでレシーブのミスを減らすことができです。なおかつ自分の得点パターンだったり勝ちやすい戦術が作れるような形になりやすいです。ぜひですね、横回転サーブを苦手としている人が多いのでぜひこの動画を見てやることでその苦手意識が減ったり、そしてですね、質高いレシーブで返球できるので次相手の3球目を防いだりレシーブで点を取ったりできますので、ぜひ最後までご覧ください。よかったらですね、動画の高評価、コメントなどお願いします。この動画はですね、相手の短い横回転サーブに対するやり方になります。一つ目はですね、ボールの少し横をつかみながらつっつきをして返球すると、そんなに難しい打ち方をしなくても返すことができます。切る感覚とかなくてもですね、通常のつっつきはボールの正面つかむと横回転の影響を食らいやすいんですけど、それを横回転が来た時にちょっとこっちですね、ボールの内側の方ですね、ボールの内側の方、私の方から見てボールの内側の方を面をちょっとボールの内側を捉えるようにつっつきをしてもらうと低めにスンと入ってくれるのでおすすめです。はい、こっちですね、フォアも一緒ですね。ボールのこっちがここですね、捉える位置ここで、つっつきはボールの外側になるんですけど、フォアだとここの位置で同じ位置でつっつきの少し横を捉えながらつっつくと低めに入るので、フォアのレシーブシェイクやっぱ悩む方が多いんですけど、これつっつきは結構面が出やすいです。これ痛くないので自然と出るので、フォア側のつっつきも角度が作りやすいのでおすすめです。はい、じゃあ普通に横回転サーブ出してもらっていいですか。ちょっとつっつきます。普通に正面をつっつくとちょっと横に飛ばされちゃう時ですね。はい、でこの時にちょっと少し横をつかむようにつっつきをします。こっち、はい、もう一回お願いします。はい、じゃあ今度フォア側でも同じですね。はい、正面、もう一回悪い例、正面つつくとちょっと食らってしまうときは少し横を掴んでつっつく。はい、はい、じゃあ普通に横回転サーブ出してもらっていいですか。ちょっとつきます。普通に正面をつっつくとちょっと横に飛ばされちゃう時ですね。はい、でこの時にちょっと少し横をつかむようにつっつきをします。こっち、はい、もう一回お願いします。はい、じゃあ今度フォア側でも同じですね。はい、正面、もう一回悪い例、正面つつくとちょっと食らってしまうときは少し横をつかんでつっつく。はい、はい、もう2つ目はですね、少し横を捉えながらストップをするっていうやり方になります。これをすると相手の横回転がかかっているものに対して正面でストップするのももちろんいいんですけど、もっと低くピタピタっと止まるようにするにはボールの正面でちょっと横をつかむ、このストップですね。こっち側ですね、ボールのこっち側の方で、フォアのストップもこうですね、ちょっとこの同じ角度でちょっとボールの横をつかむようにストップ、そうするとピタ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 ってめちゃめちゃ止まるビタストップができるので、相手の回転を利用したストップ、だから横回転がちょっと残りながら短く止まってくれるので、相手は嫌ですね、すごく止まってくる。だからこういうふうに
少しボールの横を掴むだけで簡単に短く止まってくれるので、切る感覚とかいらないので、それでもできるのでおすすめです。なので相手の横回転が来たらストップするとブチ切れで返るので、ブチ止まり、バウンド直後を必ず意識するっていうのは大事なんですけどね。バウンド直後相手が横回転さブチってめっちゃ切ったのに、それをめっちゃビタストップされたっていうので、もう相手はもう横回転やめようってなりやすい感じになります。普通にボールの正面を普通にストップしてしまうと横の影響を受けやすいです。ちょっとやってみます。少し出がちです。はい、ありがとうございます。じゃあ少しこれも同じくちょっと横をつかむようにストップしてみます。もう一回お願いします。じゃあ今度フォア側でも一緒ですね。正面つつくともう一度お願いしてください。正面つつくと正面ストップするとちょっと影響を受けやすいんです。この調子。はい。これです。もう一回お願いします。ありがとうございます。普通にボールの正面を普通にストップしてしまうと横の影響を受けやすいです。ちょっとやってみます。少し出がちです。はい、ありがとうございます。じゃあ少しこれも同じくちょっと横をつかむようにストップしてみます。もう一回お願いします。じゃあ今度フォア側でも一緒ですね。正面つつくともう一度お願いしてください。正面つつくと正面ストップするとちょっと影響を受けやすいんです。この調子。はい。これです。もう一回お願いします。ありがとうございます。この調子。はい。はい、3つ目の返球方法はですね、サイドスピンつつきになります。これめちゃくちゃやすいですよね。ちょっとこうさっき言ったこのボールのこのちょっと横側をつかむ系がやりやすいって言ったんですけど、こうボールの横をつかみながらちょっと横回転をこうかけるような意識、横下系のつつき、それサイドスピンつつきになるんですけど、横下系とバックサーブをするようなイメージでつついてもらうとサイドスピンつつきがしやすいので、はい、でボールの右下の辺を掴んでつついてもらうとやりやすいです。はい、はい、OK です。これお願いします。はい、OK です。これお願いします。で4つ目の返球方法は今度はストロベリーフリックっていう、まあ通称逆チキータと言われるやつですね。チキータのフォームかと思ったらチキータするフォームからこうつついてもらってこうですね。これもさっきの横回転つつきと似てて、横回転つつきは横下系ですけど、このストロベリーフリックは逆にちょっと上系が入ったりするので速いです、こっちの方が。だから横回転サーブ来た時これをパーンってやるともうノータッチで抜けたりとか、フォア側にポン、ミドル前バック前とかフォア前とかに横回転の短いの来たらストロベリーフリックですね、逆チキータでこう逆チキータしてもらう。これ横回転こっち側捉えるので逆チキータもこっち側捉えるんで、さっき言った横回転に対するこっち側捉えやすいので、これもバックサーブをするような感じなんですけど、ストロベリーフリックをしてもらうとパーンと一発で抜けたりとかバック側にストレートにやっただけで相手がうわってなりやすい威圧的なレシーブなのでおすすめです。フォア前にやってもらっていいですか。フォア前もできる。フォア前もボール
5つ目はですね、流しっていうやり方になります。これフォアが特にやりやすいんですけど、横回転に対して横回転に来た時にちょっとこう流してもらう、右側左優しく流してもらう。バックでも流せますけど、バックでも流そうとも流せますけど、フォアの方がやりやすいので、横回転に対してはこう流すとですね、結構返しやすいです。でやっぱり一番横回転の悩みではその上系とか下系が混ざってる時ですよね。そのボールの横掴んでもなんかミスしちゃうんだよねって方はですね、相手の横回転に横上が強かったりとかですね、横下が強かったり、下が強い横だったりするので、そういった時にこう流すっていうのがあれば、これで流せば上下の感覚があんまり意識ない状態でも返すことができるので、低めにこれで結構返せるので、やっぱ流して結構おすすめです。はいはい、もう一回お願いします。じゃあちょっとフォア側の方でワッツ、これでもう一回お願いします。ありがとうございます。はい、もう一回お願いします。じゃあちょっとフォア側の方でワッツ、これでもう一回お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとフォア側の方で6つ目のレシーブ方法はフリックをせよということですね。やっぱりですね、横回転の短いサーブに対してレシーブ時にちょっと浮いてしまう時、上系が入っている時とかに特におすすめです。上系が入っている時フリックするというより簡単に相手にこうサスンってこう台上でこうポッてこうこちらから攻撃を仕掛けることができます。はい、ただでもこれどうしても回転を見極める感覚がないとできないので、分からない時は流した方がいいですし、でももう相手の癖が分かってフォームしたら上なんだなとか軌道の雰囲気でこれ上っぽいなと思ったらもうフリック、台上でフリックしてもらえれば入りますので、そういうやっぱフリックっていう台上のなんですかね、攻撃系っていうか見せることはやっぱ大事だと思います。っていうのもアップ系、横系のアップ系が来た時はフリックでいける時は行ってみましょう。優しくでつなぎ今度こっちのフォア側の方で優しくでつなぎ今度こっちのフォア側の方で優しくで7つ目はですね、回転を多くした上書きチキータっていうやり方になります。現代の卓球でですね、横回やっぱチキータ、これで先手を取ることが必須になってきてますけども、この時にですね、やっぱこう横系のサーブに対してチキータギュッとかけるっていう時も必要になります。でやっぱ
横回転もですね、回転量が多かったりですね、上が強かったり下が強かったりいっぱいあるので、その時にやっぱ普通にチキータしに行こうとはミスがしやすいです。でその時回転をめちゃくちゃ強くする、ボールの横をちょっと掴むようなループ回転重視、横重視のめちゃくちゃ回転だけの上書き系のチキータ、ループチキータみたいな感じですね。ブチッ、サーブが例えば上とか下とか入っててもこう返球しやすかったりします。なのでやっぱ今現代卓球でちょっとサーブ分からない時に流すっていうのももちろん大事ですけど、サーブ分からない時に上下分からない時にこうチキータで回転重視でガッと回転を入れ、横系を多めに入れてつなぐ、引く、回転を多めに入れることでこう低めにこう返球することができるっていうことがあるので、最近の選手たちはチキータで上書きするって感覚ですね。これを持ってる方が多いので、この感覚をやれば相手の横回転サーブに対して攻撃先手を取ることがしやすかったりします。でミスもこう逆に減らしてくれるっていうメリットもあります。これがダメなのは早くやりすぎる。もし思いっきり回転短めに同じ差をね回転、よし、これ OK です。すいません OK です。しっかり回転、ペッと回転、よし、これ OK です。すいません OK です。これしっかり回転、ペッとよし、これ OK です。8個目ですね、もう引きつけて上書きすつきで返すっていうやり方ですね。もうブチッ、もうこれも相手の回転サーブ、横系のサーブ来た時に思いっきりすっごい回転量のようにつつきで返す。フォアもできます。フォアもブチッと、これやるとですね、相手の横系のサーブが分かりづらい時でもしっかりこう上下特に上下が分かりづらい時でもブチ切れで返す、ブチ切れの下回転で返球ですされるので、相手もびっくりするっていうレシーブ方法になります。これちょっと触ってもらってもいいですか。OK です。今度フォア側にお願いします。またこれも触ってもらえる。もう一回お願いします。はいよ。これちょっと触ってもらってもいいですか。OK です。今度フォア側にお願いします。またこれも触ってもらえる。もう一回お願いします。はいよ。はいよ。レシーブ法を紹介させてもらいました。横回転サーブに対する返し方結構いろいろあります。こうやって見ますと、でこの中で皆さんがどれがいいかですね、選んでいただくっていうのが大事なのかなと思います。やっぱ相手の意表をつくようなレシーブも必要にはなってくると思います。ずっと同じ返し方してるだけだとやっぱ相手に打たれちゃったりするので、ぜひ皆さん横回転サーブに対するレシーブ法やってみてください。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。